皆様こんにちは、セリナです。今回は1月5日にシャネルのベージュパレットルガールシリーズに新色として追加されて早くも人気カラーとなっているクールドゥシャネルと、シャネルのアイシャドウの中でも特に人気が高い同じシリーズのテンダーのカラーを徹底比較していきたいと思います。どちらもトレンドを抑えつつシャネルらしい上品なピンク系というところが似ていますが、それぞれのパレットにどんな違いがあるのか、単色塗りとメイクルックで似ているカラー同士を比較していきますので、どちらにしようか迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。また、こちらのパレットと同時に発売されたベージュウィンターグローコレクションの限定下地や新色のリップ&チークはメインチャンネルにて詳細動画をアップしておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではそれぞれのパレットの特徴とパレット1色ずつの単色塗りからご紹介していきます。まずは新色クールドゥシャネルです。こちらは青みと黄身のバランスがとてもいい上品なピンクパープル系パレット。しっとりとした粉質で高発色、ラメカラーから自然なツヤ質感まで楽しめます。単色塗りだとこんな感じです。続いて人気の定番色テンダー。こちらは温かみのあるローズピンク系パレット。クールドゥシャネルと同様に高発色で程よいツヤを感じられるマット、ラメの他にパールのツヤ質感もセットされています。単色塗りだとこんな感じです。続いてクールドゥシャネルとテンダーのそれぞれ似ているカラーを単色塗りして比較してみたいと思います。まずはそれぞれのパレットの上段のベースカラーです。はい、こちら側にはクールドゥシャネル、反対側にはテンダーの上段のベースカラーを塗って比較してみるとこんな感じの違いでした。どちらのカラーもパレットで見るとほんのりピンクのニュアンスを感じるようなベースカラーがつく程度かなと思いましたが、まぶたの上にのせてみるとしっかりと発色を楽しめます。少しツヤも感じるような重たくならないマット質感というところは同じですが、クールドゥシャネルのベースカラーはほんのりローズのニュアンスを感じるような少し青みもある明るめピンク。テンダーのベースカラーは温かみを感じるようなローズピンクに発色しました。1色目からそれぞれのパレットのほんのり青みのニュアンスが効いている感じと、しっかりと温かみを感じられるニュアンスという違いが分かりやすいですよね。続いてクールドゥシャネルは2段目左、テンダーは3段目左のラメカラーを比較していきます。はい、それぞれのパレットのラメカラーを比較するとこんな感じの違いでした。こちらの2色はパレットの見た目でもカラーのニュアンスやイメージが異なるのが分かりやすかったですが、クリアなベースに多色のラメがきらめくという質感は同じでした。クールドゥシャネルは明るいピンクとブルーのラメで透明感抜群な印象。テンダーはビビッドなピンクにレッドの微細ラメ、そしてイエローゴールドの大粒ラメで温かみのある印象です。どちらもしっかりとラメを楽しむことができます。最後はクールドゥシャネル2段目右のカラーとテンダーの3段目右のカラーを比較していきます。はい、それぞれ単色塗りだとこんな感じの違いでした。こちらの2色はパレット上で見るとかなり似ているなという印象でしたが、まぶたの上にのせてみると全然違ったイメージに仕上がりました。クールドゥシャネルは透明感も感じつつも黄身と青みのちょうど中間のようなかなりバランスのいいローズピンクなのに対して、テンダーはパレットで見るよりもしっかりと深みが出る発色で温かみを感じるようなレッドローズ系に発色します。どちらもとても上品で絶妙なカラーですが、こうして比較してみると結構違いがありますよね。続いてはそれぞれのパレットの似ているカラー同士を使ってメイクルックを作って比較をしてみたいと思います。こちら側にクールドゥシャネル、反対側にテンダーでメイクしていきます。
まずはクールドゥシャネルです。上段のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて2段目右のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。ベースのカラーと組み合わせるとよりこちらのピンクカラーに透明感が出されていきます。クールドゥシャネルはパレットのイメージよりも柔らかくて透明感を感じられて可愛いですよね。そのまま付属のチップにも取って下まぶた全体にのせていきます。最後に2段目左のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にラメをかけていきます。続いてテンダーです。上段のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。テンダーは全体的に発色がしっかりとしているのでカラーを楽しみたいという方に特におすすめだなと感じます。続いて3段目右のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。そのまま付属のチップにも取って下まぶた全体にのせていきます。最後に3段目左のカラーを指に取って黒目の中心から広めの範囲にのせていきます。はい、こちら側にはクールドゥシャネル、反対側にはテンダーの似たカラー同士を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。どちらもトレンドをしっかりと抑えている上品で柔らかい印象のピンク系メイクに仕上がるというところは似ていますが、やはりこうして比較してみるとクールドゥシャネルは使いやすい絶妙な青みニュアンスが効いていて透明感抜群のピンク系メイクに仕上がって、テンダーはふんわりとしていて柔らかいニュアンスの中にもしっかりと深みと陰影感を感じるような温かみが効いているローズピンク系に仕上がりました。それぞれしっかりと違いを感じることができるピンクパレットでした。それでは最後、それぞれのパレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。まずはクールドゥシャネルです。上段のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて3段目左のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりとのせていきます。メインチャンネルではこちらのカラーを下まぶたにアクセントとして使ったので、今回はこのカラーをメインに塗ってみたいと思います。このパレットの中では比較的温かみを感じられるようなカラーです。続いて3段目右のカラーを指に取って上まぶたの少し太めのライン状になるように締め色としてのせていきます。今回はこちらのパレットの中でも比較的高発色な2色を使っていきます。続いて2段目右のカラーをチップに取って下まぶた全体にのせていきます。最後に2段目右のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心に少し狭めにのせて、そのままチップにも取って下まぶたにものせていきます。続いてテンダーです。上段のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて2段目右のカラーを指に取ってさらに上からのせていきます。テンダーのパレットにはこのパールが効いている質感が入っているのがクールドゥシャネルのパレットとの大きな違いですよね。ゴールドのニュアンスでより温かみと華やかさを出していきます。
続いて2段目、左のカラーを指に取って、目尻3分の1に締め色としてのせていきます。続いて3段目、右のカラーをチップに取って、下の蓋全体にのせていきます。最後、3段目、左のカラーを指に取って、黒目の中心にのせていきます。はい、こちら側にクールドゥシャネル、反対側にテンダーをそれぞれ全色使ってメイクしてみるとこんな感じでした。クールドゥシャネルはキーとなるパープルのニュアンスをしっかりと発色させて、反対にテンダーは温かみを感じるようなゴールドをメインにメイクをしてみたので、こういった使い方をしてみるとそれぞれのパレット全然違った印象に仕上がりますよね。クールドゥシャネルは進化した使いやすい青みピンクパープル系パレット、テンダーはトレンド感をしっかりと抑えた温かみのピンクパレットという感じで、どちらもものすごく可愛いなと思いました。はい、ではこんな感じで1月5日にシャネルのエベージュパレットルガールに新色として追加されて、早くも人気色となっているクールドゥシャネルと定番の人気色テンダーを比較していきました。青み系のピンク初挑戦という方や、透明感は欲しいけれど浮かずにしっかりとなじませたいという方はクールドゥシャネルがおすすめ。温かみをしっかりと感じるピンク系に仕上げたいという方はぜひテンダーが使いやすいんじゃないかなと思います。こちらもとても素敵なカラーでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。